ークボリューム3の全フィールド解説。ジャスパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？来週はいよいよツボツボが新登場となる連発スキルウィークボリューム3が始まります。キャンペーンの詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。先週の動画ではやっておきたい準備についてがっつりお話ししましたけれども、どうでしょうか皆さん。どんなチームで挑んでどういう料理を作ろうか、なんとなくはイメージできましたでしょうか。私はね、スキル率 1.5 倍で鍋拡張が安定させられるんじゃないかってことで、アボカド料理のレシピレベル上げをしたいなと思いアボカドを貯めてはおります。イワパレスがいればね、現地でもそれなりにアボカドに期待できるんじゃないかと思うんですけれども、私はね、今回のスキルウィーク中に探すことになるのかもしれません。ぜひね、皆さんのチームなんかも教えていただけたらなと思います。それではやっていきましょう。ってことで、スキルウィーク3の全フィールド解説やっていきます。改めてね、フィールドごとの特徴を思いつく限りお話ししていきますので、フィールド決めの最後の一押しとしてご利用ください。今回ピックアップされるポケモンは、中ピックアップがツボツボ、小ピックアップがライコーやハロウィン EV など一部の特別なポケモンを除いた得意なものスキルの未進化のポケモンすべてとなっております。要するにピックアップがめっちゃいるので、ツボツボ以外の特定のポケモンを狙うのは結構難しいだろうってことはご理解ください。また進化後のポケモンがピックアップされない関係上、リサーチが EV とかヤドンとかで埋め尽くされる可能性も上がってしまうため、実力のあるリサーチャーはフィールドによってはリサーチの下振れが結構起こりやすそうだってこともなんとなく念頭に置いておいてください。その他ボーナスとしてスキル得意のポケモンのみスキル率 1.5 倍スキルレベルプラス3がありまして、月曜日火曜日はニュームーンデー、そしてミニアメブーストが使えます。それらを意識しつつご覧いただきたいのと、もしかしたら1月23日金曜日前後で 2.5 周年のお祝いがあるかもしれません。0.5 周年の時も 1.5 周年の時もスリープポイント1000ポイント、ポケサブレ5枚、仲良しのお香2つ、万能飴 S10 個を頂戴することができましたので、ミッションの報酬と合わせてポケサブレ10枚くらい補充できるかもしれませんね。ポケサブレの枯渇が深刻な方も厳選メインでフィールドを選んでもいいかもしれません。またスキルウィークパック3も発表されました。 M と L はツボツボのお香マシマシとなっておりますので、それを使って EX× ニュームーンデーでツボツボの色違いを狙うとかもワンチャンあるかもしれませんし、お香を取っておいてサマーフェスティバルでまたしても色違いを狙ってもいいかもしれませんね。まあイベント内容が例年通りであればなんですけどね。なんていうことも考慮しつつ考えていきましょう。今回も全フィールド解説若草本島から参ります。ってことで若草本島ピックアップはツボツボを含む驚異の26体となっておりますので、ゲーマー的には無限にいると言っても差し支えないかなと思います。全フィールドで最もピックアップが多いです。逆に出現しないポケモンはヤミラミ、ラルトス、石住まいの3体となっております。ってことで若草本島は初心者でシアンやトープが得意ではなく、若草のフィールドボーナスが上がっているという方にはおすすめできるフィールドなのかなと思います。ただし基本的にはおすすめしないフィールドだろうなと思います。とにかくピックアップの種類が無料体数なので、特定のポケモンを狙うのはかなり難しそうで、フィールド攻略にも若草特有の木の実ガチャがつきまとうってことで、言ってしまえば狙えないし稼ぎにくい、そんなフィールドなんですよね。また新登場のツボツボがシアンとトープ、序盤で開放できるフィールドにも出現してくれるので、初心者であってもツボツボ狙いなのであればそちらを先にご検討いただきたいので、あえて若草を選ぶとしたら若草のフィールドボーナスが上がっていて、シアンやトープよりもエナジーが稼げるから無進化ポケモンで眠気パワー消費の大きそうなツボツボに出会いやすいかもしれないなとか、ゴールド解放前だけどプラスルマイナンが推しなので出会える可能性のあるフィールドに行きたいよとか、そういうね結構ピンポイントな採用になるんじゃないかなと思います。しかしながらピンポイントでは活用できるフィールドでもあるのでね、特定の狙いに当てはまる場合は検討してみてください。そんなピックアップ多すぎ検診若草本島でした。お次、シアンの砂浜。おすすめのピックアップポケモンはツボツボ、キモリ、ワシボンあたりでしょうかね。初心者に最もおすすめできるフィールドはこのシアンになろうかと思ってます。まずツボツボが出現しますので、汎用ツボ型ジュース生成器ツボンゲリオンをゲットすることができる点が一つ。もしねツボツボの能力が高ければ
汎用性の塊みたいなこの能力を生かしてこれから何年も最前線で活躍してもらえるかもしれません。そしてキモリワシボンが出現する点がもう一つ。特にキモリはポケモンスリープ最強格の食材ポケモンである海竜キテルグマ、そして最強のヒーラーサーナイトを要するラピスラズリコハンで活躍できる上に、スキル得意でありながら木の実の能力に突出しすぎていて、別にメインスキルの種を上げなくても強いっていう、ある意味厳選のしやすさ、そしてニューイヤーでも飴が集まった育成のしやすさ、もう無課金的にもはちゃめちゃにおすすめできる要素の塊ポケモンとなっているので、初心者にどっちりおすすめしたい、そんな一体になっています。ってことでね、始めてから日が浅くて迷ってしまったら、まずはシアンから検討してみてください。つぼつぼとキモリのシアンの砂浜でした。どっちもウトウトタイプなのも良さそうですよね。お次、トープ洞窟。トープのおすすめピックアップはつぼつぼ、ヤミラミ、ゴクリン、リオルでしょうかね。つぼつぼと夢のかけらゲットのポケモンたちってことで、そのまんまつぼつぼと夢のかけらゲットのポケモンたちを探したい方におすすめなフィールドとなるかなと思います。こちらもウトウトでつぼつぼ、ヤミラミ、ゴクリンが探しやすそうなのも良さそうですね。一応ピックアップの数が全9体とアンバーと同じく最も少ないので、フィールドの難易度のことを考えると、つぼつぼを探すのに最も適しているのはトープの可能性も考えられます。エナジーが稼げる方であれば、ニュームーンデーのある初日、2日目からつぼつぼに出会いやすいかもしれないので、今回はとにかくつぼつぼを狙いたいんだって方はトープから検討して、分割睡眠なんかもお考えいただくのがまずはいいのかなと思います。トープの弱点になりうるポイントは、とにかく下振れしやすそうなこととかでしょうかね。ピックアップの無進化ポケモンがつぼつぼとヤミラミのみで、キモリやワシボンみたいな最近追加された眠気パワー消費がデカめな種ポケモンも一切いないので、そういう意味でも分割睡眠は有効になるんじゃないかなと思います。なお、つぼつぼの出現フィールドでいうとシアンにもゴクリンは出現するので、よりつぼつぼ特化だったりヤミラミ、リオル特化の雰囲気のあるフィールドとなるんじゃないかなと思います。そんなつぼつぼと夢のかけらゲットのトープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。卯の花のおすすめのピックアップは闇カラス、トゲデマル、パモあたりでしょうかね。つぼつぼの出現はありません。卯の花はゴールド開放前にトゲデマルやパモさんを探す選択肢になるんじゃないかと思います。今回のキャンペーン的にはそこまでおすすめなフィールドではないので、また若草本島みたいなピンポイントな目的に合えば検討するって感じのフィールドになると思います。とはいえピックアップの総数は13体でトープの 1.5 倍ほどいますし、若草よりマシとはいえピンポイントで狙うのもそもそも難しいんじゃないかなと思うので、最初から厳選方面にはそこまで期待しない選択肢になるんじゃないかとも思いますね。一応おすすめに挙げた闇カラス、トゲデマル、パモの3体はそのままゴールドにも出現するので、ゴールドも一緒にご検討ください。そんなつぼつぼの出現しない卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスのおすすめピックアップはキモリ、ラルトス、デデンネでしょうかね。つぼつぼの出現はありません。ラピスはラルトス、デデンネ狙いの選択肢として見どころがあるって感じのフィールドになるかと思います。こちらもつぼつぼの出現がなく、言うてもピックアップのポケモンは多めなので、広くおすすめのフィールドではないでしょうね。ラルトスって他に EX にしか出現しないので、ここで狙うのも大いにありだろうなと思うんですが、もしかすると今年の下半期とかでクレセリアイベントの復刻があって、そのタイミングで再びエスパータイプがフィーチャーされるかもしれないので、今年ね別で狙うタイミングはあるのかもなとちょっと思ったりはします。まあ昨年通りだとだいぶ先の話にはなっちゃうんですけどね。なのでどちらかというとデデンネ狙いだったり、キモリの育成をしながら飴を集めるみたいな方向性だったり、クレセリアチームでスキル 1.5 倍を生かしてマスター20を取りに行くとか、そういった遊び方で訪れる人の方が多くなるかもしれませんね。ぜひねそういったことも柔軟に考えてみてください。ってことでこちらもつぼつぼは出現しないラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所。ゴールドのおすすめピックアップはコイル、デデンネ、ミミッキュ、パモあたりでしょうか。他にもね面白いスキルのポケモンが目白押しなので、つぼつぼが出現しないフィールドの中では最もおすすめできそうなのがゴールドなんじゃないかと思います。
フィールドの難易度こそ高いんですが、それこそ来光チームがいるとか、電流、デデンネ、パーモットがいるとか、ミミッキュがいるとか、攻略に力を貸してくれそうなスキルのポケモンも数多くいますし、無進化ポケモンも多く、比較的最近追加されたポケモンも多いので、リサーチの下振れもほとんど心配しなくていいフィールドなんじゃないかと思います。これでね、ツボツボが出現したらかなり見どころのあるフィールドになったんじゃないかなと思うんですが、まあツボツボの出現はなく、ピックアップ14体で若草系以外では最も多いので、その中で厳選対象が複数いるっていう場合には検討してみるのも面白いんじゃないかなと思います。そんなね、ツボツボこそいないんですが、かなりキャンペーン適性は高そうなゴールド急発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーのおすすめピックアップはツボツボ石住まいでしょうかね。アンバーは石住まい狙いで最もおすすめなフィールドになるかと思います。アンバーはツボツボが出現するものの、まだフィールドボーナスが十分ではないという方も多いかと思うので、単純なエナジーの稼ぎやすさだったり、ツボツボの見つけやすさではトープに劣る可能性もあるんじゃないかなと思ってます。アンバーはね、そもそものポケモンの種類がまだ少なめなので、結果的にはね、出現期待値などでは上回ってるんじゃないかなとも思うんですけど、さすがに分割トープには勝てない気もするので、ガチツボツボ狙いに特化する場合はそちらもご検討ください。トープ同様、ピックアップのポケモンは9体で最小、かつポケモンの種類もまだ少なめなので、小ピックアップのポケモンたちは全体的に見かける機会多いんじゃないかなと思います。ニューイヤーでもね、アンバーではかなり小ピックアップが機能していたようにお見受けしましたので、プラスル、マイナン、トゲデマル、エレズンなんかも注目してるんだって方とか、石住まいが一番の狙いなんだって方はアンバーが第一候補になると思います。エナジーが十分に稼げない場合、ツボツボ狙いで最もおすすめって感じにはならないと思っているので、そのあたりのバランスはお考えください。全体的にね、飴を集めるのに苦労しそうなポケモンも多い印象なので、厳選のみならず飴集めだったりシンプルなフィールドボーナス上げとしても十分に有効な場合もあるかなと思います。そんなね、唯一石住まいが出現してくれて、小ピックアップもまあまあ信用できそうなアンバー渓谷でした。最後、若草 EX。EX はツボツボが出現するフィールドです。ピックアップそのものは21体で、まあまあ無限なんですが、EX はね、ちょっと状況が違うので活用する術はあるんじゃないかと思ってます。ってことで EX はめっちゃエナジーを稼げる方や課金パックのツボツボのお香を使える方におすすめのフィールドと言えそうです。ツボツボに関しては EX で無進化ポケモンを狙うのってなかなか運が必要で、私はね、ホリデーで2アカウント EX に行ったんですが、大ピックアップだったトゲデマル、片やね、6体くらい出現してくれたんですけど、片やお香以外では1体しか出現してくれなかったみたいな感じだったので、かなりブレる印象があります。大ピックアップでそれだったんですよね。ですが、お香が使えるのであれば話が変わりますよね。それこそニュームーンデーのタイミングで色違い狙いをするのにも使えますし、満腹抑制機能でゲットするのにも活かせます。で、リサーチ報酬も EX の補正で大きくなるので、これならかなりありって感じがしますよね。また、スキルのボーナスがすでにあるので、EX のそのもののボーナスは木の実 2.4 倍か食材かの2分の1になるはずです。そこをうまく活かすこともできれば、スキルのポケモンたちはね、EX のデバフを受けたとしても通常よりも活躍してくれるでしょうから、シンプルに多くエナジーを稼いでミニアメブースト用の夢のかけら集めとしても活用の価値があるんじゃないかなと思います。総じてね、初心者向きの選択肢では全くないんじゃないかと思いますが、意外と活用できる要素はたくさんありそうなので、攻略に自信のある方はご検討ください。そんな若草 EX でした。といった全フィールドとなっております。いかがでしたでしょうか。全体をざっくりまとめると、ピックアップが多すぎる若草、ツボツボとキモリのシアン、ツボツボとカケラゲットのトープ、パモのウノハナ、ラルトスデデンネのラピス、ツボツボ以外は見どころのあるゴールド、石住まいのアンバー、お香を使うなら EX っていう感じになるのかなと思いました。パルメセンだとね、初心者に最もおすすめなのがシアンで、ツボツボ狙いだとやはりトープになるでしょうかね。アンバーはね、エナジー稼ぎ的に
そこまでおすすめできる印象もないので、アンバー得意だぜって方はアンバーありかなと思いますが、シアンとかね、トープでフィールドボーナスが上がっていれば、料理のレシピレベル上げとかにも有効だったりするので、スキルを活かしてね、大型の料理も作りやすかったり、料理チャンスも使いやすかったりして、その辺も相性良さそうなので、石住まい厳選が終わっている方は、そのあたりも狙ってみるっていうのもありですよね。石住まいね、飴が集まりにくいポケモンだろうなとは思うので、そこもね、悩ましいんですけどね。で、パルはというとですね、石住まい厳選は全く終わってないんですよね。でもね、ピックアップ的にゲットしたいポケモンも、言うて石住まいとツボツボくらいな気がしているので、アンバー行くかどうかめちゃくちゃ悩んでます。いやー、トープかシアンもね、実に捨てがたくて、私ね、マルノームを育てているアカウントがあるんですけど、アンバーで活躍できるポケモンなのに、アンバーにゴクリンが出てこないせいで、飴が全く集まらなくて、ちょっとね、今回のゴクリンピックアップ、そういう部分でもね、使い道あるなと思ってるんですよね。っていうのがね、本当に難しくて、動画投稿者的にはね、ツボツボの出現するフィールドにはほぼほぼ行くだろうなと思ってるので、実質3択、シアンかトープかアンバーか。で、あとは料理との兼ね合いだったり、ミニアメブーストとの兼ね合いだったり、そういったね、なんやかんやも加味して、ちょっとね、最後まで悩みそうな気がしてます。皆様はいかがでしょうか。またね、毎日アップしているリサーチの動画とかでごっつり悩んで、思ってることを言語化して答えを導き出したいかなと思います。てなわけでね、ぜひ皆さんの行きたいフィールドだったり、その理由、おすすめのフィールドなんかもコメントで教えていただけたらなと思います。私も参考にさせていただきたいなと思います。といった来週どこ行く連発スキルウィークボリューム3の全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。毎回ね、本当にたくさんの応援を頂戴しまして非常に助かっております。今回も何卒よろしくお願いします。いつもありがとうございます。それではね、今週は早めにアップすることができましたね。この調子でね、頑張っていきたいなと思います。言うてね、私もまだ悩んでおりますので、ここからね、しっかりと絞り込んで準備最後までしていきましょう。ってことで、ちょっと早いんですが、来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。